どうしてどういうことなの？そんな、嘘でしょ？大学卒業を間近に控え、交際中の彼氏と結婚しようと考えた矢先に戸籍を確認し、私はとんでもないことを知ってしまった。全然知らない町にあった私の本籍。そこから送られてきた私の戸籍の写し。そこには私の名前がある。両親の名前もある。そこまではいい。だけど、両親のところ、続き柄の欄には、なんと、養父、養母と書かれていたのだ。お父さんとお母さんは、本当の親じゃない？眠くなっちゃうな。大学で午前の講義を終え、学食へと足を向ける。私の名前は王子かなえ。どこにでもいる。講義が終わったらゼミ島で研究活動に勤しむか、アルバイトに励むかして、たまの休みに遊びに行く大学3年生の21歳だ。大金持ちではないけれど、世間一般的に見れば裕福な家庭に育ち、大学にも行かせてもらい、何不自由なく今日まで暮らしてきた。今日は仲のいい友達もみんな就活に勤しんでいて、ほとんど一人で講義を受けていたから、なおさら退屈だ。私の就活はいいのかって？それは。おーい、かなえ。すると、私の背後から男の人の声がした。振り向くとそこには、スーツを着た背の高い男性が笑顔で手を振っている。あ、いたんだ。さっき大学に来たところ、今日は朝から挨拶回りさ。この人は彼氏の八木正一さん。私の一つ上の4年生で、まだ学生だけど、スマホ1台で IT 系の会社を立ち上げている。卒業したらそのまま事務所を構えて、本格的に経営者としてやっていくつもりなんだって。確かサークルの飲み会で意気投合したとか、最初はそんな感じだったはず。どう？かなえの研究の方は。かなり順調。そっちこそ仕事はうまくいってる？事務所のめどついた？だけど、彼からいろいろ話を聞いていったり、頼まれて仕事の手伝いをしているうちに、しっかりした人だなぁと思うようになって、この人の支えになりたいと気がつけば願っていて。正一さんも私にサポートしてもらえると嬉しいって言ってくれた。卒業したらすぐってわけにはいかないけど、軌道に乗ったら結婚してほしい。大学生の自分にはふさわしくないような高層ビルのレストランで夜景をバックにそうプロポーズしてもらった。もちろん彼の言うように今すぐじゃないけど結婚したいなって思っている。だからまあ、私は大学卒業後アルバイトはそのまま続けるとして就活はいいかなと考えているのだ。正一さんの方は今年の春に卒業し半年くらい経てば会社もある程度落ち着くだろう。そのあたりをめどに籍を入れて、結婚式はそこからまたしばらく後で、といった予定だ。そろそろ両親にも結婚の話をしないとかな。もっとも、正一さんは何度も私の家に来てくれて、両親に挨拶どころか、すっかり打ち解けているので、心配はあまりしていない。もしかしたら、在学中の結婚はどうなのかしらくらいの待ったはかかるかもだけど、結婚自体を反対されることはないと思っている。よし、今日バイト終わったら切り出してみよう。ただいまー。あらおかえり。今日はお父さんも帰ってきてるわよ。バイトを終えて帰宅すると、美味しそうな匂いとともに母さんが迎えてくれた。リビングに向かうと、温かい食事が用意されており、すでに晩酌モードに入っている父さんと幼い弟が迎えてくれる。いつもの家庭、いつもの光景だ。でもそれも、私が結婚してここを出たらしばらく見れなくなっちゃうのかな。なんてのんきなことを考える。お姉ちゃん、おかえり。ただいまゆうた。いい子にしてた？電車のおもちゃを握ったまま突撃してきたのは、今年5歳になる弟のゆうただ。
私とは17歳も離れているので、弟というより親戚の子みたいで、なおさら可愛く見える。弟が生まれたばかりの頃の私は受験勉強にかまけてまともに世話できてなかったこともあっただろう。本当は気になってしょうがなかったんだけど、ゆうたのことはいいから勉強に集中しなさいと両親が口を揃えて言ってきたもんな。父さん、母さん。まあ、前々から言おうかなって思ってたんだけど。私は、正一さんがプロポーズしてくれたこと。今すぐ結婚というわけではないけれど、本格的に結婚を視野に入れて、これから過ごしていきたいことなどを、食事の後に改めて二人に伝えた。父さんと母さんは黙って聞いてくれて、ゆうたは話の内容が理解できないのか、時々キャイキャイ騒ぎながらおもちゃの電車を走らせている。そうか。今の彼と結婚したいと言うんだな。正一さんならね、人柄もいいし、かなり稼いでそうだし、いいと思うけど。両親は案の定、結婚に対して否定的になることはないようだった。だが、どうも歯切れが悪いような気がする。母さん、そろそろ話した方がいいんじゃないか。そうね。今まではこの子のためにと隠していたけれど。今二人何か言ってた？小さい声で囁き合っていて聞き取れなかったけど。だけど、この日バイトで疲れていた私は、結局この話を聞きそびれてしまった。まあ、どっちにしても結婚は OK みたいなので、いても立ってもいられなくなった私は、せめて準備だけでもしておこうと、すでに結婚した先輩やバイト先の主婦の方なんかにアドバイスをもらうことに。結婚には戸籍謄本が必要で、婚姻届と一緒に提出しないと受理されないそうだ。なので私は早速、市役所に行ってそれをもらうことにしたんだけど。王子かなえさんは本籍地が違いますね。本籍地のある役所に行って申請するか、あるいは郵送で送ってもらうよう申請するかしてください。私の本籍地ってここじゃ。生まれも育ちもこの町のはずなのにおかしいな。と小さい頃は別の町で暮らしていたから、そこに本籍があるとか？じゃあ本籍地はどこなのかと聞いてみたのだが。それは住民票に書いてありますので、今すぐ知りたければ住民票を申請してくればわかります。公開されてしまった。役所ってめんどくさいな。口で教えてくれたっていいのに。文句を言っても仕方ないので、まずは住民票の写しをもらうことにした。それから、そこに書いてあった聞いたこともない市の役所に、戸籍謄本を郵送してもらうよう、各書類を封筒へ入れてポストへ投函。これであとは戸籍謄本が来るのを待つだけ。それにしても、なんで私の本籍地って別の市どころか、県を2つ3つ飛び越えたものすごいところにあったんだろう。届いたら親に聞いてみようかな、なんて思っていたんだけど。それから数週間後、届いた封筒を開けて中を確認した私は、背筋が凍る思いをしたのだった。どうして？どういうことなの？そんな、嘘でしょ？全然知らない町にあった私の本籍。そこから送られてきた私の戸籍の写し。そこには信じられないことが書かれていた。私の名前があり、両親の名前もあるのだが、両親のところ、続き柄の欄には、なんと、養父、養母と書かれていたのだ。お父さんとお母さんは、本当の親じゃない。私は半ばパニックになって、自室に鍵をかけ、布団をかぶって、ガタガタ震えるほかなかった。私は何者なの？実の親はどこに？誰かに相談したらいい？それとも、何も知らないふりをして、今まで通り過ごす？どうしたらいいのか皆目見当もつかず、具合が悪いと嘘をついてご飯も食べず、1日近く閉じこもってしまった。
当然、心配した母さんが食事を持ってきてくれて、大丈夫と聞いてくる。母さん。いや、母さんじゃない。赤の他人だ。もう私は恐ろしくて、このドアを開けることは愚か、返事すらできないくらいに憔悴していた。すると母さんが、こうぽつりと言ったのだ。戸籍を見たのね。と。妙にその言葉だけはドア越しにはっきりと聞こえ、私はガバッと跳ね起きた。そりゃそうか。あれだけ結婚したいって言っていたんだもの。結婚して夫婦になっているこの人たちが、その結論にたどり着けないはずがない。私はボサボサの髪のまま震える手でドアを開けると、そこにはいつもの優しい顔の母さんがいた。そして、その後ろには父さんも。今こそすべてを話そう。お粥を食べて気持ちが落ち着いたら、リビングにおいで。そうして30分後、私は2人から事の顛末を聞くことになるのだった。父、王子明さんと、母、王子遥さん。2人は若い頃に結婚し、ほどなくして第一子を授かった。しかしながら遥さんは妊娠中に折々しく重い病にかかってしまい、このまま出産すれば助からないか大幅に寿命が縮まってしまうと診断された。遥さんはそれでも産みたいと言ったが、同じくらい子供を熱望していたものの、明さんはそれを思いとどまらせ。結果、遥さんは待望の第一子と引き換えに乳を出したのだ。だけど、体の方はもちろん、遥さんの心の傷は深く残ったままで。今度こそ産みたいという思いと、また妊娠中に病気になったらどうしようという思いが、彼女の中でないまぜになり、一時は外に出ることすらできなくなるほど思い悩むようになってしまったという。そんな時、明さんが提案したのが、養子をもらおうという話だった。遥さんの体に負担をかけず、それでいて確実に子供を授かれる。そうして二人は私が預けられていた施設へ足を運んだということだ。一方で私は本当の親がいなくなったことも、施設にいたことすら覚えていないほど小さかった。私がそこにいた経緯については、遥さんも明さんも調べることができなかったという。けれど、二人が施設を訪れた時に、彼らの間に入ってキャッキャと笑っていた私を見て、夫婦ともにこの子をもらおうと決めたらしい。最初はね、産んであげられなかった子への気遅れとか、血のつながった子じゃないことへの先入観とかもなかったわけじゃないけれど、あなたがうちに来てくれて大きくなっていくのを見たら、いつしか私も心が軽くなっていったの。私の存在が遥さんの心の傷を癒してくれたのだという。明さんも遥さんの言葉にこう続けた。そして、それから10年以上経って、かなえも大きくなって、手がかからなくなった頃、奇跡的に子供ができた。僕は母さんがまた不安にならないかと心配したが、母さんはすっかりつきものが落ちたようにこう言ったんだ。産みましょう、あなた。あの子に弟か妹か作ってあげましょう。と。自信がついたのかもね。家内を引き取って10年育てて、10年母親をやってこれたんだもの。もう怖がる理由なんてなくなっちゃってたわ。遥さんはそう言って笑った。そして、王子夫婦は本当の子であるユータを無事に産むことができたということ。でも、じゃあなんで私を追い出さなかったの？本当の子がいない代わりに養子をもらって、それから本当の子ができたなら、偽物の子の私なんて。かなえ、自分のこと偽物の子なんて言わないで。動揺してあらぬことを口走ってしまった私を、遥さんが優しく咎めた。少なくとも、あなたのおかげで、私は母親になることができたの。そして我々は気づいた。
こんなにもお父さんお母さんと毎日我々を呼んでくれる子が、血縁はともかくとして我々の本当の子でないなど誰が決めつけられるのかと。実子という言葉は法的には血縁関係にある子供のことを指す。だけど、かなえは我々にとって間違いなく実の子なんだ。そうアキラさんは力強く言ってくれた。かなえもゆうたも我々二人の大切な子供だ。そこに違いなんてないんだよ。お父さん、お母さん、ありがとう。私は感極まって泣いてしまった。実子ができても自分を本当の子として変わらず育ててくれたことが嬉しくて。私もまた、今この瞬間に二人を本当の親と改めて思うことができたんだ。あれから私と正一さんは結婚して数年が経ち、子供も生まれた。叔父になった弟のゆうたは、私の娘、メインのことが可愛くて仕方ないらしい。彼にとっては妹みたいなものなのだろう。いつかの私がゆうたにそうしたみたいに、たまに遊びに行くと大喜びして、過保護気味に娘の面倒を見ている。ゆうたはまだ小さいので真実を告げていないが、大きくなったら私とゆうたには血のつながりがないのだと話すつもりだ。そのことには両親である王子夫婦も納得している。そういえば両親から真実を聞いた後、正一さんにもこの話をして自分が養子であったことなどを明かした。それでも結婚してくれるか不安だったんだけど。俺はかなえが好きであって、生まれなんて関係ない。そう正一さんは答えてくれて、晴れて結婚する運びになった。ちなみに正一さんの会社は順調に業績を拡大していき、従業員も数人雇って少しずつ会社らしくなっていた。まだまだ寝る暇もないくらい忙しいみたいだけど、彼の身の回りの世話なら私にもできるから私なりに頑張っている。それから今度、養父母と共に一家で旅行へ行くつもりだ。真実を知った時は自分の中で全てが崩れ去った気がした。だけど自分は今まで愛されてきたし、これからも愛してもらえるんだということが分かったのだ。だから今は昔以上に幸せで満ち足りた気持ちになっている。私はいっぱい愛してもらった分、受けた愛を周りに循環させていきたいと思う。これまで愛してくれた王子夫婦。いや、父さんと母さん。そして弟である優太。これからも愛してくれる正一さん。そして、これから生まれてくるだろう、まだ見ぬ私の子供に。そう強く思うのだった。